こんにちは、ふうです。今回は新しい試みで個人的に気になる車をレンタルして素人目線で解説してみます。プロのモータージャーナリストのような専門用語は全くわかりませんが、素人なチンチクリーンが感じ取ったままの感想をわかりやすくお伝えできれば嬉しいです。今回は三菱のトライトンを紹介します。初めて駐車場でトライトンを見たとき、なんだこのかっけえ車って感じで気になってたんですよね。私はごつくて武骨な車が大好きなので、何事も体験だっていうことでレンタカー借りてきました。早速普段私が乗っているランクル70と並べてみます。ランクルの可愛らしい丸目とトライトンのシャープで鋭い目が対照的ですね。フロントの迫力はパッと見トライトンの方がいかつめです。まずはトライトンの方から見ていきます。トライトンは前面のライトがロービーム、ハイビーム、フォグの計3つついています。実際にライトつけてみますね。シャープで横長なヘッドライトも丸目とは違ってまたかっこいいですね。トライトンの幅は 1930mm なのでランクルよりも 50mm 幅が広いみたいですよ。正直ここまででかいと数センチの違いなんてよくわかりませんので実質同じサイズです。正面の三菱ロゴも巨大でかっこいいです。続いて70です。灯火類はシンプルでウインカーランプと丸目一眼にフォグです。実際につけてみますね。トライトンとは対照的で可愛らしい丸目ですね。この辺は好みが分かれそうですね。個人的に気に入ってるのがこれ。フロントのトヨタのローマ字ロゴってめっちゃ好きなんですよね。そしてフェンダーについたこのミラーなんですけど、左側面の四角がちょっと見えるのと、フロントがどこまで伸びているのかが見えるので、意外と重宝しています。次は側面です。トライトンは全長 5.4 メートルとかいうバグ級のサイズなんです。まあこういう車ってでかければでかいほどかっこいいので、好きな人には気にならないと思いますよ。ちなみに70よりも50センチぐらい長いので運転は大変かもしれませんね。そして乗りやすくするために後部座席まで伸びるサイドステップもついています。見た目は樹脂っぽいですけどしっかり頑丈に作られています。これがあるのとないのとじゃ乗り込む時の負担が全然違うんですよね。乗り口がランクルよりも低いのでだいぶ乗りやすいです。乗員スペースと荷台が完全に分かれていて、いかにもピックアップトラックって感じがします。側面には三菱のロゴがありましたよ。そしてミラー一つとっても巨大でかっこいいです。ミラーは電動で開閉ができて視認性もいいですよ。次はランクルです。ランクルの全長は約 4.9 メートル、トライトンよりも50センチ短いですが、もはやこの大きさになると多少の違いは誤差なので、実質同じようなものですね。そしてもちろんランクルにもステップがついていますが、ランクルのステップは金属製で少しもたわみません。この実用性重視の鉄臭い装備は最高にかっこいいです。次は後ろです。トライトンの迫力は半端じゃないですね。パーツ一つ一つがでかくて迫力満点です。ブレーキランプの縦幅なんて私の上半身ぐらいありますね。そして三菱のロゴも大きくてかっこいいです。そして私が一番気になっていた荷台です。私の腰ぐらいの高さなので乗り込むのに気合がいります。荷物を積むのはもちろんなんですけど、こんな感じで湖畔でも眺めながらピクニックするのも良さそうですね。ちゃんと乗り込みやすいようにステップもついていたみたいです。荷台にはロープを固定する金具もあるので、自転車とかバイクを乗せて走るのも楽しそうですね。次は内装の違いを見ていきますね。まずはトライトンのシートから見ていきます。シートは高級感がある素材でめっちゃ柔らかいので長時間乗っていても疲れなさそうです。しかも運転席は電動なものですからとても驚きましたよ。趣味性と快適性を両立した素晴らしい設計ですね。一方ランクルはいかにもトラックのシートって感じがして、これはこれでかっこいいです。長距離乗るとお尻が痛くなりますが、乗り心地なんて気にしない人にはぴったりですよ。
シート調節もアナログです。これは趣味性に全振りしているので、家庭を持つ方はまず購入を反対されると思います。次はエンジン始動音です。トライトンのドアノブはとても大きいので、冬に厚手のグローブをつけていても問題ないと思いますよ。ランクルのドアノブはクラシックで懐かしさを感じるデザインです。センターコンソールを見比べてみますね。トライトンの内装はまるで高級車のような質感で落ち着きます。左右独立で温度調整できるエアコンにシートヒーターやハンドルヒーターなどの快適装備も揃っているようです。ボタンのクリック感が気持ちいいんですよ。ランクルは路線が違うので比べるのもおかしいんですけど、実用的で必要最低限の装備です。これはこれでシンプルで使いやすいんですよ。そしてランクルは2駆4駆の切り替えをこのレバーで操作します。ジムニーと同じ感じですね。トライトンはこのダイヤルで駆動方式を切り替えたり、ドライブモードの選択もできるんですよ。どうやらドライブモードは7個あって、スノーとかサンドとか色々選べるみたいなので、楽しめる方には最高だと思います。私に細かいモードの違いがわかるわけないので、ここは専門チャンネルを見てみてくださいね。私は雪道で遊ぶのが大好きなので、とりあえず4駆と2駆の使い分けができれば何でもいいんです。次はサイドブレーキですが、これは両方とも私の大好きなハンドブレーキでした。直感的に操作できる方が好きです。そういえば今の教習車って割と新しい車使っていますけど、坂道発進とかどうしているのか気になります。後部座席も見ていきますね。ランクルの後部座席は取っ払ってしまったので、トライトンだけ見ていきます。後部座席もシートはふかふかで快適ですし、とても広いです。家族で出かける時なんかも普通の乗用車感覚で乗れると思います。私は身長150センチなので参考になるかわかりませんが、足元は20センチぐらいスペースがありますよ。そしてびっくりしたのは後部座席にサーキュレーターがついているので、後部座席も快適です。ドライブ中仮眠を取ることが多いんですけど、後部座席は真ん中のシートが盛り上がっているので寝るのは厳しそうです。ちょっと風が盛り上がってます。すごい反っちゃう。ただ助手席がめっちゃリクライニングできるので、これなら疲れた時に普通に仮眠できそうです。最後に運転席からの視界です。トライトンはボンネットの先端が丸くなっているので、いまいち感覚がつかみにくかったです。ランクルは角張っているので遠近感が多少はつかみやすいですよ。あとランクルはピラーが立っているので、すぐ目の前がボンネットで距離感がつかみやすいです。一方トライトンはピラーが寝ていて、ボンネットまでの距離があるので距離感がつかみにくかったです。以上、素人の分際ですが、実際に見比べて見て感じたことをレビューしてみました。せっかく高いお金を払ってレンタルしてきたので、早速トライトンを運転してきますね。絶対事故を起こさないように気をつけますが、念のため保険はフルカバー増し増しで入りました。せっかくなので林道とか高速、観光道路の欲張りセットを走りに行こうと思います。実際乗ってみると大きな見た目からは想像もできないぐらい乗りやすかったです。狭い住宅街や路地ではめっちゃ苦労すると思いますが、一般的な道路を運転する分には全く問題なさそうです。個人的に気になっていたのは 2.1 トンもあるこの巨体での加速感です。まずは国道の信号スタートで0キロから60キロまでの加速を試してみました。2.4 リッターのディーゼルターボということもあって、重さは感じさせないパワフルな加速でしたよ。次は高速道路の合流です。50キロぐらいから100キロまで一気に加速していきます。
必要十分な加速でしたが、ちょっと重さを感じました。高速での乗り心地も素晴らしいですよ。動画ではカメラの設置場所の問題でエアコンの音やロードノイズを拾っていますが、実際の車内は静かで快適です。趣味性と快適性を兼ね備えた万能な車ってことが分かりました。大変だったのは中央線のない道でのすれ違いで車体の感覚をつかむのが難しいです。これは慣れれば問題ないんでしょうけど、この幅とミラーの大きさになると物理的にすれ違えない道も出てくるんじゃないかなって不安になります。狭い道では神経をすり減らしながら運転することになりそうです。ちょっとした未舗装路も走ってみます。言うまでもなくお茶の子さいさいですよ。こんなイージーな道では走行モードも試せないので、トライトンの走破性を知りたい方は三菱公式の動画を見てみてくださいね。まるで物理法則を無視したかのようなものすごい動きが見れますよ。ある程度いろんな道を走って意外と普通の乗用車感覚で乗れることが分かったので、近くにある山中湖に行ってレンタカー返してこようと思います。ということで無事山中湖の方に着きました。せっかくなので湖畔を眺めて帰ろうと思います。ピックアップトラックに乗ったらやってみたかったんですよね。いやー、これで湖畔キャンプでもしたら最高でしょうね。乗ってみたかったトライトンに乗れていい経験になりました。とても快適で素晴らしい車ですが、運転していて刺激を感じるのはジムニーやランクルだなって思いました。私は乗り心地の良さよりも運転する楽しさの方が車に魅力を感じるんですよね。ということで、これからも車中泊の旅を続けつつ、個人的に気になる車にも乗っていこうと思います。次回はジムニーノマドに乗ってみようと思います。ノマドが気になっている方はぜひ見ていってくださいね。じゃあまたねー。